皆様こんにちは。バイオリニストの米田彩子です。今日は少々遅くなりましたけれども、明けましておめでとうございます。2026年の新年のご挨拶をお届けしたいと思います。少し振り返ると、去年2025年の最初のビデオでは New Year's Resolution ということで、今年は私は目をなるべく閉じないで弾こうと思いますという話をしました。演奏をするとき、私は特につい目を閉じて弾きがちなんですけれども、特に無伴奏の場合はその方が集中できるような感じがして目を閉じてしまうんですけれども、でも目を開けて弾くことによって例えば音だけでなくて空間の流れを読めるとか、例えばエネルギーも感じることができるし、またバイオリンのこの弓が弦にどこにその時に当たっているかってことをチェックできることもありますし、全部目を閉じているのはあんまり良くないなと思って、なるべく開けて弾くようにというのが私の目標って、そんな話をしました。それからやりたい曲なんかについても去年話しました。それと目を閉じてずっと弾いてると、観客にとってはどうしても緊張しきって弾いてるように見えがちなので、特にコンクールなんかでは目を開けて弾いた方がいいような気がします。それから1年経って私のことなんですけれども、完璧ではないんですけど、いつも閉じてなくてもバイオリンが目を開いた状態で、それでもまだ集中して弾けるようになってきたかなっていう実感があります。皆様は2025年を振り返ってどんないいこととか、例えばポジティブなことがありましたでしょうか。もし皆様とシェアすることでよかったらコメントにお書きくださると嬉しいです。そして2026年、今年の目標をいくつかお話ししたいと思います。一つは、できるだけ決められた時間に練習を始めることということなんです。私のクラスメートにはものすごくよく弾ける方がジレイ先生の教室にはいっぱいいらっしゃったんですけど、今のシカゴシンフォニーのコンサートマスターの方は、アスペンでは9時半にオケが始まるんですけど、その前に必ず学校に行ってさらってたってみんなが言ってましたし、それから高橋カルテットの第一バイオリンの方、もう長く弾いてらっしゃいますけれども、彼も9時になったら必ず彼の部屋からは音がするって、その時の彼のルームメイトが昔言ってたことがあります。だからこのコンシスタンシーってこっちで言ってるんですけど、それがすごく重要なんじゃないかなと思ってます。もちろんこっちで life happens、予定通りにいかないっていうことはあります。でも私みたいに時間をまちまちに練習にするとか、大体の総合に何時間っていうのは頭の中入ってるんですけども、その時間に弾くっていうことの軸を今年はなるべく持ちたいなと思っています。もう一つの目標は、なるべく午前中にバイオリンをさらおうと思ってます。もちろん大学のクラスとかありますから、毎日というわけでもできない時もありますけども、たとえ短い時間でも少しだけでもバイオリンの音を出すと世界が変わってくるんじゃないかなと、ちょっとそんなことを思ってます。私はきちっと決めたら、それをそのままずっとやり続けられる方っていうのはとっても羨ましいです。私はもう三日坊主の典型ですから。でもなるべくそういうふうにやってみたいと思います。こっちの例えばプロダクティビティとか、そういうプロダクティビティって日本でなんていうのか分かんないんですけど、能率よくっていうんですけど、なるべく難しい仕事は午前中にやれっていう言い方があるんですよね。だからやっぱりバイオリンなんかも自分の心があんまりいろんな雑念が入らない前に一番朝にやってみようかなと思ってます。皆さんの2026年の目標は何でしょうか。もしシェアするのでよければコメント欄にお書きください。それと新年早々大学の楽器が始まる前に、私は自分の楽器の調整は自分の町オーランドフロリダでちょっとできないんで、他の町まで行ってきたんですけど、その弓の張り替えと楽器の調整に行ってきたんですけど、なんと私の弓の元のところに3つも亀裂が入って割れてたんですね。どうもこの頃自分の思った通りの音が出なくて、ちょっ
と弱いような気がちょっとしてたんですけど、直したら元に戻りました。だからそんなわけで、自分のせいでなくて弾けないとか、自分のせいでなくて思った音が出ないとか、そういうことはありますので、これ特に1月の最初でいい機会なので、皆様も例えば弦を取り替えてみるとか、それから弓の張り替えとか、それだけで随分自分が上達したように感じられますから、とか点検を始められていかがでしょうか。それから最後にお知らせです。私は1年ごとにもう10年近く、もう10年以上になると思うんですけども、いつも北海道の釧路から招待されて、向こうのユースオーケストラのコーチングをするのとリサイタルを各年でやってきたんですけども、今年も夏にリサイタルを開きます。その滞在の1週間後に久しぶりに東京でもリサイタルを開くことになりました。詳細はこれから少しずつお知らせしていきますけれども、よろしければ今度新しく始めたメーリングリストにサインアップしていただければ嬉しいです。ただメーリングアドレスだけでお名前はお聞きしないので安心してください。最新の演奏会情報やお知らせを直接お届けします。それでは2026年も音楽とともに良い一年になりますようにお祈りいたします。今年もどうぞよろしくお願いします。